みんな、こんにちは。ポコポコさん、今日は何を使って遊ぶの？今日はね、ステッドマン専用武装レベル10を使って遊びます。そんな中途半端なレベルでいいの？ポコリ、これは実験なんだよ。武装レベル10で可能性を感じれば、彼にはさらなる改造の余地があるってことさ。さあ、私をワクワクさせてくれよ。ステッドマン専用武イエーイ！私のサーバーにもステッドマンの専用武装がやってきました。というわけで、マーフィーには武装レベル25で止まってもろって、ステッドマンを武装レベル10まで育てて使ってみました。結論、今、レベル12です。そう、引き続き育てていこうと思っています。実際の使用感、どんな感じなのか見ていきましょう。ステッドマン専用武装のスキルを確認しておきましょう。武装レベル1では通常攻撃にシールドブレイクというシールドを破壊しやすくなる特性が付与されます。武装レベルが10になると通常攻撃3回ごとに後列3体に追加のダメージを与えます。大幅な攻撃性能の強化が見込めて、特に大量のシールドをばらまくルシウスに対抗する力として非常に期待ができます。早速実際の戦闘を見ていく前に今回使う編成の紹介です。まずは毎度おなじみアダスカ戦車。UR スカーレットの異常な防御性能とイカれた攻撃倍率を最大限活かし、相手が戦車でも航空でもロケランでも戦えるおかしな性能を有しています。ぶっちゃけ無課金の場合、シーズン3からシーズン5まではおそらく最強の戦車編成で、逆にこの編成を使わない理由を探す方が難しいです。次に、ステッドマン型の戦車。前にはマーフィーとキンバリーを並べ、後ろにマーシャル、ステッドマン、アダムを編成する形です。ウィリアムズはって申し訳ないですが、育ってないので、今回彼の入る余地はなしです。本当は武装30のウィリアムズが、キンバリーとステッドマンのエネルギー攻撃を最大限強くする戦車はそのようなコンセプトの舞台ですが、今回はアダスカ戦車からのシーズン中の移行を強く意識した形です。マーフィーはスカーレットほどの火力は出ませんが、物理ダメージでの反撃を狙えるので、前に出しておくことによって少し航空機にダメージを与えられるのではないかと思っています。キンバリーは右前です。マーフィー、アダム、マーシャルの3つの防御系バフ&仕上がった武装のステータスで耐えてもらいましょう。なお、シーズン中ですので戦術カードの恩恵があります。41編成が強化されるもの、不利属性に強くなるもの、この2種を使っており、職業は戦争指導者です。まずは対戦車ですね。どちらも格上の戦車さんです。相手のステッドマンは武装レベル20なのでかなり強そうですね。さあ、戦闘時間だけ見るとアダスカ戦車の方が長いのですが、最終的に与えたダメージの多さではステッドマン員の戦車が勝ちました。アダスカ戦車はアタッカーがキンバリーしかいないので、彼女がやられた後の戦闘はかなり厳しくなります。一方でステッドマンまで編成すると2人でダメージを稼いでくれますね。この後もなんとか戦車と戦闘をしましたが、ステッドマンを編成した方が与えたダメージ量は多かったです。続いてフルのロケランです。戦闘時間が長いのはステッドマン型の戦車の方です。バトルスキル1回目の発動後、ここが非常にわかりやすくて、味方の残り具合がいいのは右側のアダスカ戦車なんですが、与えてるダメージが大きいのは圧倒的にステッドマン型の戦車の方です。すでにスイフトはボロボロでフィオナもかなり削れていますね。この後ですが、相手の主要アタッカーを早くステッドマン型の方が倒すことができ、逆にアダスカ戦車はキンバリーがやられてしまって敗北という形になりました。アダスカ戦車はキンバリーが先にやられてしまうと結構厳しいなといった印象です。ステッドマン型の方はもう少しステッドマンに長生きしてほしいですね。そうするとより安定するでしょう。
ルシウス E のロケランがいたので戦ってみました。左がステッドマン型、真ん中アダスカ、右はステッドマン型なんですが、ステッドマンを前に出してみています。相手がロケランなので、ステッドマンの反撃も強いかなと思っての形です。ただ少しやられるのが早すぎましたね。ちょっと改良必要そうです。最終結果としては、この回はアダスカ型が最もダメージを稼ぐことができました。続いて航空機です。航空機相手だとスカーレットの反撃かなり光りそうですが、どんなもんでしょう。さあ、ここから右側のアダスカ型注目してほしいのですが、相手の左奥のスカイラー、そして手前のカーリがいなくなりました。左のステッドマン型もかなり頑張ってはいるのですが、形としては右のアダスカ型の方はいい残り方をしてますね。そのままフィニッシュ。与えたダメージだけ見ると、ステッドマン型もかなり可能性を感じるダメージ量を出しています。ただ、最終的な戦闘結果に影響するのは単なるダメージ量だけではありません。このゲームの戦闘では着実に1キャラずつ落としていく、そういったスタイルの戦い方の方が圧倒的に強いです。スカーレットの反撃は一度ハマってしまうとどんどん削られて、バトルスキルを打てずに退場することになるシーンが多いので、これはステッドマンにはできないゲートだと言えます。続いてマーフィー入りの航空機です。こちらの場合はどうでしょうか。相手も41編成なので、シーズン中は強い編成ですね。さあ、左側のマーフィーが厳しい。やはり GA 能力だけで見るとスカーレットの方が勝るようです。さあ、2回目のバトルスキルが発動しましたが、ここでなんとアダスカ型のアダムの方にスタンが入ってしまう。一方、ステッドマン型ギリギリで耐えているが、最終的に残ったのは右側アダスカ型。ディーバを削り切って勝利という形になりました。ダメージだけ見るとですね、ステッドマン型も結構いい感じなんですけれども、やはり実戦で戦う中では、対航空に関しては、まだアダスカ型の方が強い感じがします。さて、武装10くらいでの評価ですが、対戦車、ロケランにおいては、アダスカ戦車以上のパフォーマンス。おそらくですが、武装レベルが20になると、対戦車、対ロケランは、アダスカ戦車の上を確実に取れるようになると感じたので、このままステッドマンの育成を進めていきます。対航空に関しては、しばらくアダスカ戦車の方が強そうですが、ここに関しても、いずれ逆転すると感じています。特に、武装レベル30で得られるシールド。これは、スカイラーのスタン、マクレガーの挑発を無効化します。これは確実に強くて、特にスタンを透かせるのは、後列に配置する適性がとても高くなるので、航空相手でも結構有利になれるんじゃないかなと感じてます。さあ、頑張ってステッドマンを育てていきますよ。この判断が良かったかどうかは、武装レベル20での活躍具合で、より分かってくると思いますので、武装レベルが20になったら、再度戦闘力の検証をしてみようと思います。さあ、この判断、吉と出るか、凶と出るか。ちょっとだけ心配なのは、次のシーズンとかで、スカーレットが武装をもらって、結局この形の方が強いよねってなるのは、ちょっと怖いですけど、なんとかなるでしょう。ほい、というわけで、本日はステッドマンの動画でありました。この動画が良かったよ、参考になったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければ、ステッドマン武装について悩んでそうな方に、こちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。Google の AI が最近さらに進化したらしくて、こういうお弁当あるじゃないですか。これホットモットのお弁当なんですけど、これを分解してっていう風に言ったら、バラバラに分解してくれると。しかもテキストで説明もつけてくれると。というわけで、ステッドマン君も分解してほしいなと思ってお願いしました。で、結果こちらです。すごい。本当かどうかはわかんないけど、分解してくれましたね。それっぽいですね。この金貨の箱も分解してもらいましょう。蓋ついてないけどな、こっち。
どこから湧いたねん、その蓋。しかもそんな整然と並べる？絶対この箱の許容量オーバーしてるでしょ、これ。というわけで最後は、このおじさんを分解してもらいましょう。どんな感じになるのかな？なんやその初期アバターみたいなのは。で、お前は邪魔よろ。どけよ。